すいません。もう金田さんに依頼する仕事がないんですよ。出社して上司に呼び出されて言われた一言がそれだった。解雇ということでしょうか。それを私が明言することはできない。けれどあなたに頼む仕事はないです。身の振り方を考えていただければと思います。実質クビの宣言だった。大学を卒業してずっと勤めていた銀行。あと5年で定年というところで肩を叩かれたのだ。真面目にコツコツやっていたつもりだったけれどダメだったらしい。確かに新しいことを覚える速度も慣れる速さも若い人にはかなわない。帰って妻に相談した。あらまあ、じゃあやめちゃえば？でも何かしらで働いてもらうわよ。働かざる者食うべからず。本当はとても気落ちしていて真っ暗な闇の中にいる気持ちだった。けれど妻が何でもないことみたいな顔をするからなんだか自分一人が暗い顔をしているのが申し訳ない気持ちになって仕事を探すことにした。銀行は俺がいなくても何もなかったみたいに動いていて、それが少し、いや本当はだいぶ悲しかった。俺だって一生懸命働いていたのに、いなくても困らない存在だったのだと思い知ったのだ。悲しい、その一言だった。それでも生きなければいけない。人生は続くのだ。クビになっても。みゆきが結婚？妻に言われてびっくりした。30近くになっても実家から通って仕事をしている娘を見ていて、これはと思っていたけれど、みゆきはちゃんと相手を見つけていたらしい。妻に似てちゃっかりした娘だから俺は到底かなわない。それで私はこの間お相手に会わせてもらったんだけど、あなたはまだでしょ？みゆき言ってたわよ。お前が結婚できたら高級寿司を食べさせてやろうってお父さん言ってたから食べさせてもらうんだって。そんな、あれはだってもうみゆきが大学を卒業したくらいの時のことだろう。でも行っちゃったんでしょ？行っちゃった。なら約束を守らないと。うちの家族は無職の俺に鞭を打ちすぎな気がする。一応人事に相談して早期退職という形にしてもらえたし、退職金も失業保険ももらえるけれど、大した額じゃないのに。なんて思っていたら顔に出ていたのだろう。そんな顔しないの。みゆきがお嫁に行くのよ。ちゃんとお祝いしなさいな。怒られてしまった。子供の頃はお父さん子で、俺が晩酌をしていると寄ってきてはお刺身を横から取っていったあのみゆきが結婚か。なんて思っていたら、みゆきが高級寿司を予約したからこの日に行くのよ、と妻にメモを渡された。外堀は固められてしまっているらしい。俺は諦めて娘をちゃんと祝うことを決めたのだった。指定されて訪れた高級寿司屋に行くと、俺に首を宣告した上司がすぐ後から入ってきた。俺たちの予約席以外の席は満席で、かなり待つ様子だった。すると元上司が、無職は床に落ちた握り飯でも食べてください。どうせお金ないんだから。と言って、俺が座ろうとした席を奪ってしまった。呆然として怒りと悲しみと本当にいろいろな感情が湧いてきて泣きそうになる。こんなに見下されていたのを初めて知った。俺はとてもじゃないけれど娘の結婚を祝う気持ちになれなくて、娘に日を改めてもらおうと席を立った。すると大将が俺を引き止めた。帰るのは早いですよ。
と思って振り返る。でも席も取られてしまっているし、ここにいても惨めなだけだ。その時扉が開いた。あ、お父さん、早かったね。はじめまして。どうも。娘とその隣の青年に話しかけられて、俺は内心で冷や汗をかいていた。席を取られちゃったことをどう言い訳しよう。そう思っていると、思わぬ人が口を開いた。なんで君らが。周平君がここに。元上司だった。おじさん。そりゃ俺の中で一番うまい寿司って言ったらここですもん。おじさん？びっくりしていると自己紹介が始まった。はじめまして、窓の周平と言います。一応ベンチャー立ち上げて経営してます。社長さん？でも大したことない会社なんで。俺は少しパニックになっていた。お父さん、とりあえず座ってゆっくり話そうよ。ちゃんと紹介するからさ。はっとする。その座る席を取られちゃったのを思い出したのだ。ごめん、席が。娘が怒ると思って申し訳なくなる。あれ、大将、いつもの席って今おじさん座ってるけど、俺ら予約してましたよね。すいませんね。ちょっとどいてくれませんか？元上司は四面楚歌な状況に気づいたらしい。ちょっと待つのに貸してくれてありがとうございます。なんとそういうことにしたらしい。こういう保身のうまさには舌を巻く。元上司は、今日は帰るよ。またよろしくね、大将。と言って帰っていった。本当に何だったんだと思っていると、すれ違いざまに、いい気になるなよ、と小さく言った。めちゃくちゃ怖い。とりあえず席について自己紹介をした。娘の結婚相手は本当に好青年でいい人だった。いい男を見つけたなぁとちょっと嬉しくなる。寂しい気持ちもあるけれど、みゆきが幸せなら、まあそれが一番だ。なぜみゆきを選んだのかを聞くと、一本芯が通ったところが輝くように美しくて、と言われた。みゆき、いいとこばっかり見せすぎなんじゃないのかと心配になるけれど、みゆきが席を外した時に、本当はちょっとおっちょこちょいなところが可愛いからです。と照れくさそうに言ってくれた彼を見て、大丈夫そうだな、と思った。みゆきのちょっとダメなところも好きと言ってくれるなら、まず心配ないだろう。結婚式は桜の季節だった。春風が爽やかに吹いて、花びらが舞ってとても美しかったのを覚えている。新郎側の席に元上司がいた。そして意外なことを俺は聞いた。元上司以外、彼の一族はほとんどが会社を経営しているのだそうだ。銀行員の元上司は一番収入が少ないらしい。ロビーで新郎側の親戚の女性が噂話をしていた。悪くはないけれどね。普通銀行員なら十分な仕事だし。でもね、周りはみんな会社経営してて、年収が一桁違うわけでしょ。ちょっと見劣りしちゃうわよね。そうね、ちょっとそれは気の毒よね。一桁も違うのか。経営者ってすごい。そう思って新郎の席を見ると、ぽつねんと小さくなっている元上司がいた。いい大学を出てエリートコースの銀行員なのに、ちっとも幸せそうじゃない。なんだかかわいそうになった。窓野さん、今日はありがとうございます。珍しく俺から話しかけた。元上司はぎょっとしたような顔をして俺を見た。本当は彼が俺を好きじゃないの俺は知っていたから、
ちょっとした一種返しのつもりもあった。おめでとうございます。親戚の目もあって、さすがにそんな態度は取れないらしい。ちなみに彼は独身だ。銀行はどうですか？まあ、つつがなくやってますよ。そうですか。知ってるんですか？え？金田さんが辞めた後、なんであの人がってみんながなったんです。俺は上司に呼ばれて、金田さんが辞めた理由を細かく聞かれた。定年までいてくれると思ってたのにって。そうでしたか。うちの支店で一番コストが高かったから、金田さんが辞めるのは俺の中で妥当だったんです。でもみんなは違った。あの後うちの支店から数人早期退職者が出て、俺は今人事責任を問われてます。そんなことが。困った時に相談に乗ってくれる。トラブルが起きた時に大丈夫だって言ってフォローしてくれる。みんなが口々に言うのを聞いて、俺はわからなくなりました。私は大したことはできないからな。俺も金田さんは大したことしてないと思ってた。でもみんなは違ったんです。いてほしかったって。まさかあの人いないなら辞めるってやつまで出てくるなんて俺は思ってなかった。だって銀行ですよ。こんなに安定してるのに。安定していても困っても誰も助けてくれない。トラブルが起きても自分で解決しろという空気が蔓延してしまったら、それは多分働きにくいだろう。俺、出世コースから外れるかもしれません。金田さんを辞めさせたのは失敗だった。分かってなかったんですよ。仕事内容を見たら全然金田さんの仕事って数字になってなかったから。それはすまなかったね。今支店空気めちゃくちゃ悪いです。辞めちゃった分のフォローもしなきゃいけないから余計にみんな疲弊して、もしかしたら労基の監査が入るかもしれないって言われてます。俺本当に見えてなかった。そういうちょっとしたこぼれ球を拾うセーフティーネットだったんですね、金田さんって。大したことはしてないよ、本当に。俺がしていたことは、負担がかかりすぎている人や業務が辛そうな人、人間関係に悩んでいる人に声をかけて一緒に解決策を練ったことだけだ。でももしかしたらそんなことが役に立っていたのかもしれない。俺はただ一緒に働いている行員が辛そうなのが見ていられなかっただけなのだけれど、うまくできてるつもりだったんだけどな。元上司がぽつりと言った。本当に立場を危うくしているのだろう。大丈夫でしょう。窓野さん優秀だから。俺が言うと、彼は驚いた顔でこちらを見た。俺は、金田さんは俺にいい気味だと思ってると考えてました。全然違うんですね。こう、心の広さとかそういうのが。そんなことないですよ。私、心が狭いですよ。でも、窓野さんの方が参って見えたから。俺の言葉に元上司は押し黙る。無理しすぎたらダメですよ。何かあったらいつでも声をかけてください。もう親戚じゃないですか。俺が言うと元上司は複雑そうな顔をした。あなたの真骨頂を知れていたらな。そう言って。その日俺は元上司に誘われていた。なんとかなりそうです。その言葉に少し安心する。ちょっとだけ昔の同僚に根回しした。窓野さんを助けてあげてほしいと。金田さんのおかげでしょ、どうせ。バレてた。俺は曖昧に笑った。なんもしてないよ。今は何してるんですか？俺は今、学童保育の保育補助をしてる。妻に勧められて応募してみたら、
これが案外本当に楽しくて悪くない。子供の相手かな。と言うと、俺のことですかと返されてしまった。だいぶ鼻っ面を叩かれているみたいだ。苦笑して学童保育の話をすると、ああ、そういうことですか、と納得された。飲み終わって駅までの道を一緒に歩く。金田さんみたいになるにはどうしたらいいんですか？目指すのが俺じゃダメだろうと思いつつ答える。人と比べないことかな。なるほど。比べないのは難しい。でもないものねだりをしても多分何も楽しくないのだ。みんな違うんだよ。社長さんもいれば銀行員もいて、学童保育のおじさんもいれば、スーパーのレジ打ちのおばさんもいる。妻よ、引き合いに出してごめん。みんな稼いでる金額は違うし、仕事の希少性も違うから、本当にそれぞれだけどさ、今日が幸せで明日が楽しみなら、私は何でもいいと思ってるよ。成功って案外そんな単純なことじゃないかな。そうですか。幸せじゃなかったら意味ないじゃん。小さなことでいいよ。青空が気持ちよかったとか、金木犀のいい匂いがしたとか、そんなこと。それで幸せになれる人は一生幸せに生きれるから。考えたことなかったです。はは、確かに。窓野さんはそういうの苦手そう。でも少し視野を広げたら見えてくるものもあるよ。せっかく生まれてきたんだ。苦しむばかりじゃなくて、楽しさや美しさも味わっちゃいなよ。そうですね。ほら月、中秋の名月。月見なんて子供の頃以来です。たまに見上げてごらん。月も空も花も鳥も、世界は君が思うより怖くないよ。前書します。苦手なことに苦手ながら挑もうとするその感じが小さな子供みたいで可愛く感じてしまった。二人のおじさんが満月をぼーっと見上げている。こんな夜も悪くない。